なんか威圧感が意外とないというか、もうちょっと何を当たり前のことをっていうかもしれないんですけれども、これね、これはもともと点灯してます。綺麗、めっちゃ綺麗。今のマセラティはこんなことになっております。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はですね、ジャイア試乗会シリーズ第1弾ということでですね、もうゴージャスなモデルをいきたいと思います。普段うちのね動画であまり出てこないような車がたくさん出てきますけれども、まずはこちらですね、マセラティのグレカーレお届けしたいと思います。グレカーレの中でもですね、トップグレードであるトロフェーをご用意いただきました。すごい色、めっちゃ可愛いので、ぜひですねこちらの方内外装を使い勝手ショートバージョンでいきますのでね、サクッと見てください。この後に試乗もお届けしてまいります。どうぞご覧ください。今日もチャンネル登録と高評価で応援してください。さあ、それではエクステリアからいきたいと思います。めちゃくちゃ特徴的な顔ですよね。なんか威圧感が意外とないというか、親しみやすいっていうのがちょっと面白いデザインだなというふうに思いました。あとボディサイズがとっても扱いやすそうなんです。まずはフロントフェイスからいきましょう。マセラティといえばなんですけれども、やっぱりですね、この丸い大きな口の中にですね、この縦型のフィンがたくさん入っているというのがこのマセラティのデザインの一つのポイントでもあります。当チャンネルではマセラティもしかして初で、私自身はですね何度も乗ってるんですけれども、このシンプルかつですね威圧感のある顔っていうのがやっぱりマセラティのね特徴だと思いますし、このちょっと大ぶりなデザインがイタリアンを感じさせて、実はですねボローニャの一番中心となる広場、結構な田舎町なんですけどね、ボローニャの一番真ん中にある泉の中にこの三叉の矛を持ってる。でそれがデザインのソースになっている。そのちょっとあけすけな感じというか、そのイタリアの田舎のすごくこだわりの強い町らしい感じっていうのを行くと、そういうことかっていうふうに思ったりとかもして、そこもですね現地現物というか、山本慎也先生じゃないですけど現地で現物というか、そういうことを思わせるようなポイントでもあります。これ余談ですけれども、はい、そんなですねこのデザインの中でも大開口部っていうのがそのハイパフォーマンスっていうことを思わせるポイントなんですけれども、そばで見てみましょう。はい、今ちょっとですね分かっていただきやすいようにレンズ拭いてみました。この大開口部の中にですねちゃんとラジエーターがしっかりと口を開けているのがよく見えます。はい、もうちょっと何を当たり前のことをっていうかもしれないんですけれども、最近ねやっぱりねちょっと電動モデルが多いので、ここまでやっぱりね開口部が大きくて中にラジエーターが見えてるともうキュンとしてしまいますね、これだけで。はい、そしてもちろん下もですねハニカム構造になっているんですけれども、ここの中もはい見えますかね、中にねありますよね。全てブラックアウトされた部分が開口部になっていて、こんなに大きな口を開けたモデルっていうのだけでですね本当にときめいてしまう、繰り返しになりますけれども、ここがやっぱりハイパフォーマンス車の魅力といっても過言じゃないのかなと思いました。結構シンプルなデザインですけれども、こうやってディテールを見ていくと、あ、スーパースポーツカーっていうことをね感じさせます。はい、それではライトの表情を見ていきます。はい、ライトをつけました。実はですねライトのユニットが、コンソールの中に入ったんですけれども、そこもですね後でお伝えしていきます。はい、それではですね右行きます、左行きます。はい、ハザードです。はい、という感じでですねライトもやはりマセラティイタリアンデザインすごくこだわりのあるですねちょっと個性的な光り方をします。上と下光るんですよね。でもともとこのマセラティって書いてあるロゴの下にですね3つこの字型に光るユニットがあります。これね、これはもともと点灯してます。なのでポジションランプ的にこの色が使われているんですけれども、ここが同じ色に光ることによって光るとものすごく統一感のあるデザインになるっていう感じなんですよね。どうでしょう、すごいかっこよくないですか？なんか光るとやっぱりね目の存在感がすごく増します。はい、ボンネットにもですね鋭いラインが入っております。このトロフェーはですね最上級グレードということでエンジンが違います。3リッターの V6 エンジンが搭載されているんですけれども、ほらちょっとボンネットの形がねこのライトを避けてちょっと変形の形になってるんですよね。はい、ボンネット開けると綺麗、めっちゃ綺麗。こういうところにちょっとねイタリアの美学みたいなのを感じるんですけれども、もちろんですね上にバーがついてますよね、このね。で中ですよ、ほらめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いや、ある程度隠されているねボンネットの中最近増えましたけれども、このエンジンに関しては結構見せてるんですね。すごいメカメカしい、めちゃめちゃかっこいいです。ちょっとこれはときめきポイントだ。すごい無駄に開けたくなっちゃう。綺麗ですね、すごく。で、ここですね、ちゃんとこう
ここをね避けてボンネットが変形になっています。さあそれではサイドビューです。大きくないですよね。そんなに大きくないっていうのが使い勝手の良さに表れているかなと思います。しかもですねちょっとぽってりしているのがまたちょっとこのトロフェオの性格っていうのをちょっとまったりさせているというか、中身すごいんだけれども外見ちょっと癒し系みたいなね、なんかこのギャップ GAP みたいなところを感じますよね。なんですけれどもやっぱりディテールはマセラティね、こういうアイコンもちゃんとありますし、トロフェオの文字もすごくスポーティー、めちゃめちゃかっこいいです。実はこの文字上がねほら赤になってるんですよ。なのでこうやって前から見るとシルバーなんだけれどもちょっとね赤でグラデーションがついているように見えるっていうね、すごい凝ってますよね。おしゃれです。そしてボディのね横にですねパキッとサイドに線が入っていることによってちょっと駆け上がるような躍動感を感じさせます。そしてお尻がねすっごいグラマラス、この辺はもうさすがねちょっとマセラティっていう感じ、イタリアンっていう感じがしますよね。そしてこの辺にロゴが入っているっていうのもですねすごくおしゃれなところだと思います。この D ピラーのところにですねこういうデザインアイコンを持ってくるのは輸入車最近よくやる手ですよね。はい、そしてここになんか結構ずいぶん立派ですけどね、ここにですね給油口があるというような感じです。はい、そしてタイヤホイールです。かなりシンプルです。私もイタリアのっていうかマセラティのこのデザインの肝っていうのはやっぱりホイールデザインにあるというふうに思っていて、ちょっとですねこう武骨な感じですごくよく見ると凝ったデザインになっているっていうのがですね、どのモデルにも言えるかなっていうふうに思いますけれども、この、トロフェオに関してもですねちょっとマットチタンみたいな感じのマットになってるんですね。この切削とプリントをうまく合わせてるんですけれども、この塗装の部分がちょっとこうマットになっているのでここがね激渋中のキャリパーがですねちゃんとこの赤になっていてマセラティの文字も入っているっていうところが王道スポーツカーっていう感じでとってもかっこいいです。ちなみに前後一形になっていて前は225の40の21インチ、はい、後ろは295の35の21インチという風になってます。でも21インチっていうサイズをあんまり感じないですよね。なんかちょっとタイヤがちっちゃく見えるようなそんな気もします。それだけやっぱりボディデザインに圧があるというかボディデザインに迫力があるんですね。はい、そしてリアビューです。リアビューが一転してまたすごくシンプルのライトもですね両端に配置をされまして少しクラシカルな感じを思わせるぐらいです。というわけでですね、このグレカーレというロゴだけが入ってますけれどもトロフェオという文字はどこにも入ってないですね。そこもまためちゃめちゃなんていうんですか控えめというかシンプルというかで、この前もそうなんですけれどもこの真ん中のところがキュッとねセンターを示すみたいにキュッてこう尖っているっていうところもですねちょっと面白いですよね。あんまりないようなデザインだと思います。はい、下はですねしっかりとカーボン柄になっていてここがまたですねディフューザーがキュッキュッキュッって立っていて空力をすごく思わせる部分です。さあそれではラゲージルーム見ていきたいと思います。今回ね結構ね全部ね割と電動なんですよ、しっかりと。はい、というわけでですねこんな感じです。広いびっくりした。今ちょっと開けてみてびっくりしました。やはりですね輸入車ですのでタイヤハウスのところのえぐりとかはなくて、真四角みたいな感じの荷室になってますけれどもなかなか大きくないですか。ちょっとね見た目よりも大きいなっていう感じがします。しかもいきますよ。ほらこの私が大好きな機能が入っているすごいイタリア車なのにちゃんと考えられているぜ。しかもここにもシガーソケットもあってめちゃめちゃ使いやすそうじゃないですか。すごいですね。ちゃんとベンチマークしたんでしょうね。こうなるとですねスキー板も楽々入るっていう感じだと思います。すごい。さあそれではインテリア行きたいと思います。インテリアがねすごく先進的になりました。これが今の世代のマセラティかっていう感じです。はい、ドアもですねこう電子ラッチになりましたね。カチッっていう感じでボタンで開きます。はい、そしてこんな感じ。まずはドアはやっぱりねこうサウンドシステムがすごく綺麗に入っていてこのスピーカーがまたちょっとねメタル感があっておしゃれです。はい、そしてそうドアのねハンドルがこちらも電子になりました。でこれ押せば OK でこれはエマージェンシー用です。なのでこれがなんかシャットダウンされたりとかして出れなかったらここで出れるよっていう感じなんですけれども普段はこの電子のボタンでエレガントに降りることができます。はい、そしてインテリアですね。やっぱねちょっとこうマセラティって元祖エロ車っていう私の中でそういうイメージがあるんですけれどもやっぱりこういうインテリアの作り方をさせるとすごく官能的なインテリアを作るのがマセラティは上手です。で例えばこの刺繍の色一つにしてもちょっとですねただの真っ赤じゃなくて朱色の赤みたいな感じなんですけれどもそれがねここにステッチとしてちゃんと入っている。それからこの矢印を思わせるようなステッチの入れ方このですねキルティングのね付け方もすごく
個性的ですよね。でそれをパーフォレーションレザーとうまくちょっと組み合わせさせられてるんですけれども、とても、はい、ストーリー性のあるインテリアだと思います。はい、それでは乗りますね。トロフェオっていう文字がもう入っている。おしゃれ。はい、というわけでですね、今のマセラティはこんなことになっております。久しぶりに乗るとちょっと時代を感じますよね。びっくりっていう感じなんですけれども、はい、それではエンジンのスターターボタンここにありますので押してみますね。いや、しっとりしてるんですよ。もうね、この辺もちょっと一昔前とは考え方が変わったのかなっていうことを感じさせます。で、一番大きく変わったのはここかなと思うんですけれども、時計がアナログではなくてデジタルになりました。で、このデジタルの時計もですね、デジタルらしい仕掛けがいくつかあって、実はこのですねインターフェースの中にはい、いろんな機能が凝縮されております。なのでですね、ものすごいボタン類がないんですよね。この辺もトレンドです。で、この上からですね、ホーム、それから音楽、でナビ、でこちら接続ですね、電話とかの接続、そして車両っていう感じで、車両に合わせるとこのようにですね、例えばターボであったりとかトルクであったりとか、それから油圧であったりとかいうね3連メーターがここに出てくるっていう感じなんですけれども、この他にも例えば燃費とかトルク管理とか、それからなんとですね、このトラックレースっていうのを選ぶと0100の計測ができるっていうね、0100、0160、0200、0400メートルとかね、この辺はメートルですね、これを記録できるっていうですね面白い機能もついていて、さすがその辺がトロフェオっていう感じなんですけれども、話戻すと、はい、この時計なんですが、ここに時計マークがありまして、これを押すと、はい、こんな風にですね、実はクラシック、スポーツ、デザインという感じで時計の中の表示を変えることができるんですね。あとこの中をですねコンパスにしたりとか、あとペダルにしたり、ブレーキパワーにしたりとか、あと G センサー、G メーターにしたりとかですね、はい、こういう感じで変わるんですけれども、こういうことをすることも可能です。面白いでしょ。で、さっきライトつけましたけれども、ライトの操作もここで行えるようになってます。なのでそのボタン類が全部ここに集約されたっていうことをですね、オーナーさんは最初にですねちょっとこう学習してから、操作しなければいけないんですけれども、アイコンが分かりやすく出てるので、結構ですねすぐにパッパッと主要なことだけ覚えたら操作できるかなっていう感じがします。そしてマセラティやっぱりね変なところにシフトボタンがあるっていうのがポイントなんですけれども、それがこれです。でこれは個人的にはですねクリック感がめっちゃあるんですけど、結構ですね、例えばパッて押しただけでこれマニュアル、今レディーになった、すごい。例えばね、ここほらさっきちょっとね結構押し込まないとダメなんですよ、ギュッて。多分誤操作を防止するためとかだと思うんですけれども、このちょっとクリック感がちょっと実はあんまり好みでは私なく、ここはちょっと好みがあるかなっていう感じがしますね。ギュッて押させるみたいな、ギュッて押させるみたいな、なんか例えば軽い感じでピッピッって操作してもなんかちょっと時間がかかったりとかつかなかったりする。タイムラグがあるのか。そうですね、タイムラグがあるんですね。なんかちょっとイラチの人は遅いみたいになっちゃう可能性はあります。その辺はねあれじゃない、こういう車乗るんですから皆さんちょっと、落ち着いた気持ちで行きましょうよみたいな感じなのかもしれません。はい、そして、この下にですね非接触充電があって、そしてこの中にですね、小物入れになっていて、キーもまたしっかりしてるんですけれども、このキーがですねありまして、このキーのここです。ここに USB のタイプ A と C があるという感じです。でドリンクホルダーがあって、はい、グローブボックスがすごく、はい、大きいものがあります。さあそしてですねメタクラスターの中なんですけど、このインパネの中はですねここでいろいろとほら情報を変えられるという感じなんですね。でだいたいこの矢印マークとこのメーターボタンで操作ができる。でここで、例えば中身をですね、はい、こんな風に地図にしたりとかもできちゃいます。今時は本当にイタリア車もこういうことになっているんだということをすごく感じますよね。はい。
で、こっちはですねスピードメーターなので固定になっていて動かないという感じです。そして、ADAS もしっかり入っている。で今回ですねやっぱトロフェオなのでドライブモードがすごくたくさん変えられて、ここを変えるともう音が変わりましたけれども、オフロード、コンフォート、GT、スポーツ、コルサっていうのがありまして、それぞれでですね車高も変わります。そしてダンパーの硬さをこの中で変えられるんですよね。なので例えばスポーツにするけれども足柔らかめみたいなことも可能ですので、この辺はお好きな感じで合わせてください。ちなみにデフォルトは GT という風になっております。さあそれではですねリアシートいきたいと思います。このコンパクトさなので倒れてた。はい、それではですねリアシートいきたいと思います。このコンパクトさなんですけれども、足元めちゃくちゃ広いですよね。パッと見て足がすごく広く感じるっていうのと、あとこういうところがですねさすが高級車というか、ちゃんとクライメートがねしっかりとデジタルで入っているっていうのと、シートヒーターもちゃんとレアにもついています。はい、そして申し遅れましたけれども、リアじゃなくてこの天井にはですねガラスルーフが入っていて、でリアのシートもすごい大柄ですね。この辺も、すごく高級車というか、その高級 SUV としてのですねリッチさっていうのを感じます。すごい綺麗。はい、というわけで今日はこちらグレカーレトロフェーをお届けしてまいりました。今日ねジャイア試乗会ということで、ワンコ乗りみたいな感じでバーって乗っていきますので、すごい短時間でお届けするんですけれども、その分ギュッとね凝縮して見ていただけるかなと思います。次は試乗動画をお届けします。こちらも短いのでぜひご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。